どうもリュクです。今回はこのエアのシティスリング3についてレビューしていきたいと思います。僕は以前エアのシティパックについてレビューしたら、その動画をエアの日本代理店の MSPC の方が見てくれて、よかったら他の製品も触ってみませんかって言っていただいたので、このスリングをリクエストしました。僕は以前シティスリング2を使ったことがあるんですけど、今回のこのねシティスリング3もかなり変わったところが多いので、実際に使ってみてどんなところが良かったか、少し気になったかレビューしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。それではまず最初にこのエアのシティスリング3がどんな製品なのか簡単におさらいしていきます。エアのシティスリング3は容量が約2リットルでコンパクトながらスマートなスリングバッグになっています。財布やスマートフォン、鍵なんかを収納しておくことができる日常の必需品をスマートに持ち運べるスリングバッグになっています。素材には耐久性と耐水性に優れたコーデュラバリスティックナイロン1680デニールのものが使用されていて、 YKK ファスナーやジラフレックスハードウェアなど高品質なパーツが採用されています。用途は街歩きだったり、あと旅行時のサブバッグとしても活躍すると思います。シティスリング3の主な特徴は、鍵が収納できるポケットがデュアルアクセスになったこと、どちらからも取り外し可能なバックルがついたこと、各部分に細めのループが追加されたことが挙げられます。その他にもシティスリング2から継承されたトップハンドルであったり、背面のファスナーポケットだったり、本体サイズのアジャスト機能なんかはそのまんま機能性とデザイン性が調和したスリングバッグになっています。ここからはこのシティスリング3を使っていて良かったなって感じた点について話していきます。まずはじめはこの両サイドにバックルが追加されたことです。前作はこのショルダーベルトの中央にフィドロック式のマグネットバックルが搭載されていたんですが、今回はそれはなくなっていて、このバッグの両端に大きめのバックルが追加されています。両サイドに追加されていることで、どちらの方でも瞬時に脱着することができます。僕は右利きなので、基本的にはこのように左肩にかけて右手でアクセスしやすいようにこのスリングバッグを使うことが多いんですが、車を運転する時なんかはこのように右肩に背負うこともあります。理由はシートベルトがこっち向きだからですね。大きいサイズのスリングバッグとかだと、車に乗った時は下ろしてしまう人も多いかもしれませんが、このぐらいの大きさの場合は駐車券の、収納場所であったり、運転中にちょっとしたものを取り出したい時なんかにも便利なので、僕は運転中でもこのぐらいのスリングバッグを背負うことが多いです。前作のシティスリング2は毎回このように背面に持ってってからここからガチャッと脱着する必要があったんですが、今回のシティスリング3の場合はこんな感じで前に背負っていてもどちらの肩でも簡単に脱着することができるので、この辺の装備のしやすさみたいなところはかなり改善したんじゃないかなって感じました。次の良かった点は、このフロントファスナーもダブルファスナーに変更されているという点です。このタイプでは結構こっちとこっちにファスナーが追加されているのは珍しいなと思うんですが、先ほども取り上げたトピックですが、この右肩左肩どちらで背負ってもほぼほぼ近い使い勝手を実現するために両端に設置されてるんだなと思います。これは右利きの人左利きの人両方に対応するっていう意味でも素晴らしいですし、僕みたいな右肩に背負う時と左肩に背負う時別々のシチュエーションがあるっていう人にとっても、鍵をさっと取り出せるっていう意味ではかなりいい仕様なんじゃないかなって感じました。僕はここのねキーフックのところにさらにこういうキーリールをつけてビヨーンって伸ばせるような仕様にしています。ただこの中の付属のキーリーシュはこっち側に固定されているので、この紐自体を左右入れ替えることはできないんですが、実際使っててここはそこまで気にならないんじゃないかなって思います。細かいんですけど、こういう端の部分もちゃんとハイパロンみたいなのでカバーがされているので、この表面のファスナーが止水ファスナーっていうのもありますし、ここの部分が一番浸水しやすいんですけど、ここもちゃんとカバーされているので雨なんかにはかなり強いんじゃないかなって思います。次の良かった点は取り回しに便利なループがたくさんついたという点です。もちろんこういうトップハンドルは前作からついていて、スリングバッグなのにトップハンドルがあってかなり取り回しがしやすいんですが、こういう隠れた部分に細めのループが追加されていて、
片方だけなんですが、このバックルのところにもねこういったループが追加されているので、こういうバックハンガーだったり備え付けの壁掛けフックみたいな部分に対してこうやって吊るしておけるのはすごく使い勝手がいいなって思います。こういうスリングバッグを使う時って、日用品ポケットにしまうようなものをちょっと入れておいて、こう出かけざまにさっと取り出していつでも同じものを簡単に装備できるっていうのがメリットだと思うので、こう出かける動線のところにこういう風にかけておいていつでも取り出せるっていうのはすごく便利だなって感じました。僕は普段ねそっちの棚にここの部分を引っ掛けてこんな感じで収納しています。収納した時の見た目も結構いい感じですよね。前作よりもシルエットがかなりラグビーボールに近くなったというか流線形の形になったので、部屋の中であまり主張しすぎないのもいいなって思いました。次の良かった点がこのスマートなシルエットです。前作かなり四角いシルエットだったので、それに対してこの今回のシティスリング3は流線というかかなり真四角というより台形とか曲面みたいなものがかなり意識されてるなって感じます。こんな感じで肩にかけた際も前作はかなり四角いガジェットポーチみたいなものをこう装備してる背負ってるって感じがしたんですが、今回かなりこういう丸いシルエットになったので、体へのフィット感というよりはこうフィットしてる感みたいなものがすごく向上したなって思います。あと実際物を収納するとかなりこの流線シルエットが際立つので、ここの自動アジャスト機能も組み合わさってかなり体に密着しやすいシルエットにはなったんじゃないかなって感じました。ここまでがこのシティスリング3の良かったなって思った点でした。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目の気になった点はバックルが硬いという点です。これは最新のテックスリングとかでも似たようなことを言ってる人はいるんですが、このシティスリングに関しては前回がマグネット式のバックルだったので、それに比べるとちょっとここの使用感が個人的には前回の方が良かったかなって感じました。おそらくマグネット式のバックルを両端につけてしまうとかなり予算が上がってしまうっていうのはあるかと思うんですが、スリングバッグってバックパックよりもかなりバックルを付け外しする機会が多いので、この辺の使い勝手は結構大事にした方がいいんじゃないかなって思いました。あと硬さだけだったらまだいいんですけど、結構音がするんですよね。慣れてくればちょっとこう静音しながら音を出さないように付け外しもできるんですが、普通にやるとこんぐらい音が鳴ってしまうので、ここもちょっと好みが分からそうだなって感じました。次の気になった点は内部のものが少し落ちやすいという点です。これは物の入れ方にもよるので、全員に当てはまることじゃないかもしれませんが、前作よりもこのマチの部分がかなり短いので、こういう中の小物ポケットにイヤホンなんかを収納しておくと結構こういうつるっとしたものは飛び出しちゃうんじゃないかなって思います。こういうつるっとしたものはこの反対側のポケットに入れることでしっかりと収納しておけるので、ある程度対策はできるんですが、使用頻度の高いワイヤレスイヤホンだったりコンパクトなバッテリーだったりはこの辺に収納しておくことでかなり使い勝手が上がるので、最初僕ここにイヤホン収納していてこう取り出そうとしたらもうほぼほぼ落ちかけ、このような状態になってたことが何回かあったので、その状態でこのメインの部分にあるものを取り出そうとした時にボロって落ちちゃうことがあるんじゃないかなって感じました。次の気になった点が容量が少ないという点です。これはスペック的にも明らかで、前回のシティスリング2は容量が 2.5 リットルだったのに対して今回は2リットルに少しサイズダウンしています。サイズダウンといってもシルエット的な部分はほとんど変わらないんですが、立体の使い方を見るとどういう風に容量が減ったかを見ることができます。例えばこのフロントスペースは前作よりもかなり狭まっていて、横から見るとこんな感じで台形になっているのが分かります。前作ここかなり真四角に近いシルエットだったので、このフロントの側の部分が狭まったせいでこの辺の三角形のスペースが少しグッと削られたっていう感じです。あとはこのファスナーの隣のこのマチの部分も若干短くなっているので、
さっきの落ちやすいっていう問題が発生していたり、このメインスペースに対して容量が少なく感じるのもここが原因なんじゃないかなって思います。あとはこの容量の少なさっていうのは実際のスペックだけでなくて体感値としてもかなりあって、こういった大型のヘッドホンなんかを収納したり、ここにさらにサングラスのケースとか、あとはペットボトルなんかを入れようとするともうほとんど収納ができないっていう感じになっています。前作は結構ね、なんだかんだ詰めれば詰め込めちゃった印象があったので、今回はかなり物を厳選する必要があるんじゃないかなって感じました。実際の容量は2リットルあるので、物を選択して厳選していけば物自体が入らないってことはないですが、こういった大型のものをたくさん収納したいみたいな人にとってはちょっと物足りないんじゃないかなって思います。以上が少し気になるなと思った点でした。全体的には進化というよりも全く別物になったなっていう印象です。スリング3が新しいからといってこっちを買うってよりは、スリング2とスリング3でどっちが自分に合ってるかっていう風に比較して買うのがいいんじゃないかなって感じました。具体的にはより多くのものを収納したいだったり、より余裕を持ってスリングを運用したいっていう人にとってはスリング2、こういったシルエットだったりアクセス性みたいな部分を重視したいっていう人にとってはスリング3がいいんじゃないかなって思います。個人的にはこのシルエットがかっこいいので3の方が好きです。あと近年結構バックパックにおいてもどんどんサイズを小さくして物を減らしていこうみたいな、そういうキャンペーンをしているような傾向があるので、その文脈でいうとこのスリング3の小型化みたいなのは正しい傾向なんじゃないかなとは思います。前作は確か無理やり入れたら入った iPad mini なんかも今回は全く入らないですし、本当にポケットにも入ってしまいそうな日用品を便利に使うみたいな、そういう文脈でこのスリング3を選ぶのがいいんじゃないかなって感じたので、こういったボディバッグと呼ばれていたものでさえもどんどんミニマムになって運用を改善していこうみたいな、そんなデザイナーの思いを感じる製品になってました。最近結構ね、エアはデザインがガラッと変わったりとか進化が活発なので、今後も動向が気になるなって感じます。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕が展開しているノーマンズギアの製品開発情報であったり、僕の使ったバッグを次のオーナーに譲るセカンドオーナー制なんかを特典として用意しています。気になったら概要欄からチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、通知登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。